イギリスを代表する一品またはテイクアウトと聞いたとき何をご想像されますでしょうか。フィッシュ&チップスは一つのオプションとして出てくるのではないでしょうか。大きな白身魚のフライ、そしてあふれんばかりの厚切りフライドポテト、味の良し悪し、そして体への良し悪しは別としてこの一品はイギリスを代表します。しかし現在フィッシュ&チップスは危機に瀕しています。かつては街の至る所にあったフィッシュ&チップスのお店が次々と閉店しています。2021年から2023年のわずか2年間で約1000件もの店舗が閉業したとされ、関係者の推測によるとこの傾向はまだ終わりを見せていません。イギリスを代表するフィッシュ&チップスのテイクアウト文化がなぜ危機に立たされているのか、その背景と地域社会の影響、そしてこの文化的象徴が生き残ることができるのか見ていきます。皆さんこんにちは、しんです。今回の動画はですね、フィッシュ&チップについてです。どうですか皆さん、フィッシュ&チップスはお好きでしょうか。僕はですね、結構胃もたれするのであまり食べないんですけれども、それでも半年に1回ぐらいは、友達とかと、遊びに行った時に食べるようなイメージがありますね。最近なんかフィッシュ&チップスの、テイクアウトのお店がメインなんですけれども、なくなりつつあるよっていうような話があったんですよね。で、これ実際調べてみたら、本当にすごい勢いで、フィッシュ&チップスのお店っていうのが閉まってて、いや、なんで閉まってるんやろっていうので、ちょっと今回この動画を作ろうかなというふうに思いました。で、もともとフィッシュ&チップスのお店がこっちでできたのって19世紀頃だと言われていて、当時ユダヤ系移民の方々が、持ってきたこの白身魚のフライっていうのと、あとはそのベルギー、またはフランス、これどっちかまだはっきりはしてないんですけれども、が持ってきたこのフライドポテトっていうのを合わせて、一つの料理にしたっていうのが、生まれらしいんですよね。で、ある意味このフィッシュ&チップスってタンパク質があって砂糖があって塩があってっていうような感じで、結構その栄養満点の料理でしたと。というので国民食になっていくんですけれども、主に、その工業都市だったり、労働者たちの間で、人気があった料理っていうふうに言われているみたいです。で、100年前のお話にはなるんですけれども、当時はですね、そのフィッシュ&チップスのテイクアウトのお店っていうのが3万5千店舗以上あってですね、パブの数よりも多いっていうふうに言われてたみたいです。で、どれだけそのフィッシュ&チップスが国民に愛されていたのかっていうと、週一度家族でフィッシュ&チップスを頼んで食べるっていうのが当たり前の生活スタイルだったみたいです。で、当時のこのフィッシュ&チップスのお値段なんですけれども、3、4ペンスぐらいっていうふうに言われていて、それを今の価格にするとですね、だいたい2、3ポンドって言われてるんですよね。なんですけれども、今、例えばロンドンとかでフィッシュ&チップスの、テイクアウトのお店に行くと、多分7ポンドは、くだらないんじゃないかなというふうに、思っているので、相当、結構安いっていうのが、当時の状況でしたと。で、ちょっと話はそれるんですけれども、第二次世界大戦中、イギリスの兵士がですね、このフィッシュ&チップスを戦場で食べてる映像っていうのを昔のテレビで見たことがあるんですよね。なので当時、そのフィッシュ&チップスっていうのは、戦争においても、かなり、重要とまでは言えないかもしれないんですけれども、ちゃんとした立ち位置っていうのがあったっていうふうに、考えることができるんじゃないでしょうか。で、フィッシュ&チップスといえば、やっぱり新聞紙っていうのが、一つ代表的なものになっていて、結局、そのお店側からすると、毎日、お客さんが来てね、フィッシュ&チップスを頼むってなった時に、新聞紙って誰もが読むものになっているので、それを新聞紙で包んで、提供するっていうのがメインのスタイルだったんですよね。で、新聞紙の、メリットとしては、その油を吸い取るので、それでもちょうどいいっていうのもあったし、例えばその手で食べたフィッシュ&チップスを、この指の先をですね、新聞紙で拭いてやるっていうような考え方が良かったんですよね。なんですけれども、確か80年代かなんかにですね、この新聞紙って体に悪いよねっていうような話があって、そもそも新聞紙でご飯を包むのって良くないっていうような流れになって、そこからですね、その箱だったり、紙の箱だったり、プラスチックはさすがにないと思うんですけれども、合成紙かなんかを使った、箱で提供したりっていうような感じになります。なんですけど、この新聞紙の、代表というか、面影っていうのもたまに見つけることもできてですね、例えばそのフィッシュ&チップス、ちょっとおしゃれな、お店に行くとですね、この新聞紙ではなくて、この油を吸い取る紙かなんかの上にですね、わざわざこの新聞っぽい、文字だったりテキストっていうのをプリントして、提供しているお店がありますと。現在数字は厳しい現実を物語っています。
2000年代初頭、イギリスにはおよそ1万件のフィッシュ&チップスのお店が存在していました。しかし今日、その数は8000件を下回っており、減少のペースは加速しています。全英フィッシュフライ業者連盟によると、コストの上昇と消費者の嗜好の変化により、今後5年以内に残る店舗は現在の3分の1と言われていて、国民的アイデンティティの一部が失われるという声が連盟内から上がっているそうです。でフィッシュ&チップスは主に白身魚のタラカの、お魚を使っているので、そういったところの輸入規制によってですね、いろいろと、問題が起こっていますと。70% 近くがですね、輸入によるものになっていて、アイスランドだったりノルウェーだったりロシアから輸入しているみたいです。なんですけど、皆さんもご存知のように、ブレグジットが発生してしまったため、この、農産物というか原材料の、輸入に対してですね、規制がかかってしまい、価格が高騰していますと。で原材料において言うと、油の値段というのも高騰しているみたいでですね、主にこのひまわり油を使っているみたいなんですけれども、これも、前と比べてですね、1.5 倍、2倍っていうふうに上がっていてですね、コストの、上昇っていうのがこののしかかっています。でこれに追い打ちをかけるようにですね、光熱費の高騰っていうのも影響していてですね、フライヤーだったりその調理器具、莫大なエネルギーを使うっていうので、光熱費がままにならない状態ですと。で私自身フィッシュ&チップスってレストランでしか食べたことがないんですけれども、ちょうど近くにですねテイクアウトのお店があったので行ってみたいと思います。今ですね、テイクアウトのお店行って買ってきたんですけれども、こんな感じで紙袋に入ってます。でオーナーからちょっとお話聞かせてもらったんですけれども、やっぱりこの原材料の高騰っていうのが、起きちゃってて、あとは光熱費も高いって言ってましたし、かなりこのブレグジットしたことに対しての、不満っていうのは結構ありました。なんですけど、ちょっと気になった点っていうのがあって、そのオーナー曰くフィッシュ&チップス最近調子がいいっていう風なお話もしていてですね、もちろん一つのお店しかないので、フィッシュ&チップス業界全体がうまくいってるっていうような話ではないと思うんですけれども、少なくとも、1店舗からすると、調子はいいみたいです。ということでこちらですね、これがフィッシュ&チップス。私が買ったお店では16ポンドだったんですけれども、こちらはハドック、タラ系のお魚ですね。あとはチップスで定番の煮た豆のソースというか、っていうのがあって、これはかなりこの意味を感じさせられる影響があるんですけれども、カレーのソースになっております。これで16ポンドなんで、お世辞にも安いとは言えないですけど、かなりボリュームなんで、ちょうどぐらいかなという感じです。特に海沿いの地域やかつての工業都市では、フィッシュ&チップス店は単なる飲食店ではなく、地域社会をつなぐ役割を担ってきました。近所の住民が世間話をする場所でもあれば、子どもたちが初めて塩とお酢の味を覚える場所でもあります。そして観光客からはイギリス料理の定番を食べられる、そんな象徴的な場所になっています。店舗の閉店により失われるのはこういった自治体のつながりだけではなく、経済的な損失も大きいとされています。多くのフィッシュ&チップス店は家族経営のビジネスであり、地元の雇用を支え、地域の仕入れ先などを支援しています。店舗が閉鎖すると、その連鎖は別のところでも影響を与えているようにも伺えます。で今買ってきたフィッシュ&チップス食べ終わったとこなんですけれども、漬けのタレがあったので、楽しみ方変えながら食べてはいたんですけれども、やっぱりちょっとずっと食べていると飽きるような味にはなっているのかなと僕個人的には思います。でさっき買いに行ったお店もそうなんですけれども、やっぱりフィッシュ&チップス業界全体がちょっと低迷している中で、いろいろバリエーションを変えながら、販売をしている、運営をしているお店っていうのもあってですね、さっきのお店の場合だと、ヴィーガン用のフィッシュ&チップスとかも売られてたり、あとはグルテンフリーのフィッシュ&チップスを販売しているお店などもあります。でさっき言ったお店に関してはですね、フィッシュ&チップス以外にも、バーガーだったり、あとは、オニオンリングだったり、あとソーセージの、フライしたやつもあったりと、それなりにいろいろな種類があってですね、ちょっとフィッシュ&チップス専門店っていう
とちょっと違うのかなという印象はありました。例えばですね、そのビールとペアリングするフィッシュ&チップスするお店もあったり、あとはもうそれこそ本当に高級路線のフィッシュ&チップスを提供しているお店とかもいくつかあってですね、いろいろなんか形を変えながら進化していってるんじゃないかなというふうには思います。で、昔からフィッシュ&チップスしか提供してないお店からすると、新しいテイクアウトのお店とかで、例えばソーセージだったり、ビーガンのフィッシュ&チップスだったりを販売しているお店もそうですけど、高級路線を行ってるフィッシュ&チップスのお店っていうのは、多分彼らからすると少し違和感はあるんじゃないかなというふうには思うんですけれども、どうにかね、このフィッシュ&チップス文化を残そうとしている方々もいるような気もしてね、かなりなんか複雑な状況なんじゃないかなというふうには思います。で、必ずしもそのフィッシュ&チップスのお店に限って言えることではないと思うんですけれども、全体的にこの生活者の変化でその食に対する概念というのが変わりつつある中で、フィッシュ&チップスのお店はじめハイストリートにある飲食店が今後どう生存していくのかっていうのはかなり気になるところなんじゃないかなというふうには思います。で、動画内でも触れてるんですけれども、やっぱりフィッシュ&チップスっていうのはイギリスのこの労働階級の方々の食事の代表的な食事にはなるので、なんとなくこれが一つのイギリスの象徴っていうふうに言っても過言ではないと思うんですよね。なので、こういったものがなくなっていくっていうのはちょっと寂しい気もするんですけれども、果たしてそれがイギリス社会にとっていいのか悪いのかっていうのは僕には分からないですけれども、一旦こういう現状があるのを皆さんにお伝えさせていただきました。皆さんはどう思いますでしょうか。もし何かコメント等ありましたらコメントいただければと思います。ということで今回の動画はこちらで以上となります。フィッシュ&チップスのお話でした。最後までご視聴いただきありがとうございます。